ベゼルの EHEV ハイブリッド、パワートレーンの質感、加速感、燃費など取り上げていきます。前半が音声後入れのまとめた印象で、後半が燃費走行しながら言いたい放題しています。またベゼルは3本から4本の構成ですので、その他項目は別動画で上げていきます。まずはスペックです。システムはモーター駆動をメインに、高速巡航時はエンジン駆動も行われるタイプのハイブリッド。基本はバッテリーの電力プラス 1500cc エンジンが発電した電気を使って、モーターで 1350km のボディを走らせます。ハイブリッド車はそのカタログ値からのね、加速力などを察するのが難しいので、加速タイムを調べてみました。すると0-100加速が8秒から9秒とのことです。バッテリーの関係からか、条件によってね、差が出ると思います。で、この8秒から9秒という数字ですが、1500cc のハイブリッドではなかなかというイメージを持ちました。また自分の中ですと、9秒を超えると遅くて、7秒を切ると速い、そんな体感的な感覚があります。ただこれは純ガソリン車の NA モデルでの感覚。例えばね、ターボ車ですとか、加速感に山があると速く感じられたりね、もうその体感的ってね、本当また別になってきます。いろいろです。ハイブリッド車は踏み始めが力強いと感じることが多いので、ずっと踏みっぱなしそうでなければね、力強く感じられます。そういうことが多いと思います。なのでベゼルも遅いとかね、非力とかね、そういった風には感じませんでした。それで良いなって感じたのは、ゆっくり走行時、アクセルをそんなに踏まないで走る時間が長い場面です。エンジン始動しても緩やかに回ってるような感覚で回りますし、音的にですね。で、音量もね、そんな大きくありません。また、低速巡航時は速度キープが楽で、アクセルペダルはね、ずっと一定で速度をキープしてくれる感覚が良かったです。わずかな勾配なので、負荷が変わった時、そんな感じを受けましたので、制御が細かくて無意識に扱いやすいか、もしかしたらモーター駆動の特性なのかもしれませんね。あと特徴として、モーター駆動らしさより、なんかエンジン駆動らしい感覚でね、加速を監視します。ドカンと踏んでもね、グラッと来ない、そういう特性で、それでいてレスポンス悪いと感じることがない、ちょうどいいくらいのね、バランスかと思いました。ノートとかね、第2世代 E パワーほど滑らかってわけでもないんですけれども、走ってる感覚とね、なかなかバランスされたぐらいの感じを受けます。で、その時ね、エンジン音だけ一瞬遅れて聞こえてくる、そこだけね、ちょっとぐらいの感覚です。刺激が欲しいとか、強力な立ち上がりを踏み方で制御したいとか、そうした方向ではないんですけれども、なんといってもね、燃費が良いですからね。この EHEV って高速巡航中はエンジン駆動もね、行われるシステムで、時間的にはそんな多くないんですけれども、これも燃費には好影響かと思います。ただその分、モーターに切り替えての再加速時はラグが出やすい印象を抱いていました。で、ベゼルはね、全部で400キロぐらい今までのところ乗ったんですけれども、その間に、そのラグとかはね、強いラグっていうんですかね、1秒、2秒待たされるようなラグは意識することはね、ありませんでした。ってことで、ラグを感じにくいのは良かったのですが、でもね、純ガソリン車、今までね、長い間馴染んできて、研究され続けてきている純ガソリン車と比較すると、まだ少しね、違和感みたいな部分もあります。やっぱりね、ハイブリッドってもう超ハイテクノロジーみたいな塊ですからね。で、それはね、もう先ほど重複しますが、アクセル踏んでエンジン音が聞こえてくるタイミングです。加速開始後、遅れてね、エンジン音が聞こえてくる、遅れて回転数を上げてるような、そんな感覚がね、少しなくはないです。ちょっと踏んでみます。ハンドル切りながらのアクセル踏むしたんです。一回緩めます。もう一回踏みます。本当車ってねラグがあればドライバビリティが悪いと言われますし、ラグがなくなれば今度はね、エンジン始動が遅れるとか、振動がとか、音の盛り上がり方が一致してないとか言われちゃいますし、本当ね、車って難しいですよね。たくさんの部品が組み合わさって
いろんなことをね、行いながら走るものですからね。すいません。多くの方にとっては難癖と思われるようなポイントですから、本当気にしないでください。続きましては、パドルスイッチを使用することで4段階に変化する回生ブレーキについて。回生ブレーキという言葉がね、もう正しいかはちょっとわからないんですけれども、アクセルをオフした時の減速力です。で、ベゼルではこれが4段階から選択できます。スポーツモードですと、停止時からそのね、段数を選択できて、それがホールドされます。これ、以前は自分ね、おもちゃ的な演出とか、言葉悪いですけど、そんな感じに捉えていたんですが、今回ちょっとね、考え方変わってきました。でね、良い機能だねと感じました。理由はね、アクセルペダルの戻し方ってドライバーによっていろいろタイプがあると思うんですよね。で、そうした戻し方のやり方で減速時の挙動変わってきますから、そこでね、この4段階の出番です。ドライバーが車に合わせるんじゃなくて、車をドライバーに合わせられるというのは、とても良いなと思うようになりました。この辺ね、スマートペダル、快感ペダル、ワンペダル、全部通称で言えばワンペダルですけれども、そういうね、車ごとのいろいろ乗ってきた成果ですかね、自分の経験で今思います。で、さらにね、この4段階調整、シフトダウンみたいにね、ミッション付きの車のシフトダウンみたいにもね、使えるんですよね。減速しながらハンドル切り込んでいく直前にポンポンってシフトダウンみたいに楽しむことだってできちゃいます。でね、似た部分でこの B レンジとアクセルオフの関係、回生ブレーキを最も強めた状態、先ほどの表示で言うと4段階目ですね。この状態で B レンジに入れたら、何か変化があるのか気になりました。B レンジに入れています。パドルシフトのスイッチで、減速力最大にしていると B レンジも一緒なのかな。ちょっともう一回試してみます。アクセル離します。エンジンブレーキ全開です。 B レンジにします。なんか同じような感じですね。 B にするか手動で回生ブレーキ強くするか、どっちかでいいんじゃないかという気がしています。速度域が高ければまた違った挙動になるね、可能性もありますけれども、エンジンとモーターが同時に駆動できないシステムでしょうから、同じような感じになるのかなって多分ですけれども思っています。で、これがトヨタ式ですと、いわゆる THS ですと B レンジでエンジン始動して、下り坂なんかでね、減速力をサポートしてくれます。こういった部分ね、あんまり取り上げられるポイントじゃないですし、地味な部分なんですけれども、それぞれね、システムごとの特徴あったりしますので、気にされてみたら面白いと思います。後半は燃費の話題です。最初に大雑把なシーン別の燃費、続いてテーマを決めた燃費チェックです。平日の朝7時過ぎから8時半、混雑してね、いわゆる渋滞の中を走ってきました。で、今ね、8時34分。で、1時間でね、走れた距離は11キロ。かなりのね、渋滞中の感覚ですよね。で、11キロ走って表示されている燃費は 25.6 キロです。いや、これね、この燃費、ちょっとね、驚いています。一応今ね、昨日と一緒の条件で、大人2人が乗っていて、エアコンオンです。で、今日はね、冷房の方向でね、風出てます。で、なんでしょう。やっぱりね、この自分の感覚を基準にしてコメントさせていただきますと、この感覚のね、今の渋滞の中で25キロっていうのはね、結構いいなと思っています。一応ね、バッテリーの残量はね、ずっと真ん中を割るような感じなので、今、下から3メモリ、この辺りをキープしているのでね、ここで電池粘って、その後ね、普通に走るところで少し燃費落ちるかなという予想はできています。これ試乗中ね、燃費見ながら独り言みたいなことよく言ってるんですけれども、燃費落ちないねとか、あれってね、ほんとね、どの区間と見てるかわかんないんですけれども、いい方向のね、コメントがね、口から独り言がね、出てくるような感じです。でね、快適性もね、あれです。結構いいです。
周りねトラックとかもいるんですけれども、そうするとねエンジンかかってもね音気にならないですね。もうちょっと正確に言うと本当にやばそうい時はごめん許してって感じでね、結構高めのエンジン回転数でエンジンかかるんですね。でその時はこうガオーってやっぱ言いますけど、大体の場面はこう低めの回転数でエンジンがかかります。ちょっとごめんなさいねって車からね言ってるような感じですね。でそうすると振動とかで意識してないとエンジンかかったのであんま気にならないんですね。自分これ車ね目新しくて集中してるので気づきますけれども、普段ね多分このハンドルとかのね振動で気づくぐらいのね、ほんとそんな感じです。隣のトラックの方がねよっぽどうるさいような感じですね。現在山道を走ってね戻ってきてるところです。昨日の夜燃費のチェックやってから、ぶっ通してね走ってます。でこの区間もうほとんどね信号ない、でもハンドル切る場所多い、それからアクセル踏む場所多いといったところを走ってきて、距離は122キロで今ね 23.9 キロが表示されています。夕方まで1日走っての燃費は145キロ走って 22.7 キロでした。ベゼルハイブリッドの燃費を見ていきます。で今回のお題はエアコンのオンとオフで、燃費にね差が出るのかというのを見ていきたいと思います。最初は元気よく始めたのですが、ごめんなさい、今回ね運転に一貫性なかった可能性があります。なので先に結果出します。燃費はどちらも28キロぐらい、 AC オンとオフで差が出ませんでした。なのでねアクセルの踏み方とか微妙な速度とかね、ちょっと一貫性なかったのかもしれません。で動画はねこんなとこ走ってこれぐらいと、そんな感じでご覧くださいませ。エアコンオフで走ってきて、でタイヤの空気圧は、一応指定値に合わせてきました。フロント 2.1 のリア 2.0、 結構ね低めの数字が指定されてるんですよね。ただこれちょっとねハンコックの銘柄のタイヤで少し硬いです。で硬いんでね空気少なくても硬さを感じて、一昔前のね国産のエコタイヤみたいな雰囲気ですかね。これがね燃費に影響してくるかもしれませんし、そのあたりも含めてねちょっと走っていきたいと思います。それじゃあまた、途中経過を入れるような形になります。では行ってきます。さあ折り返し地点です。現在の区間はエアコンオフで走ってきて、距離 19.1 キロで燃費は 27.4 キロが表示されています。これを基準にしてね戻りはエアコンオンにして走ってきます。でその途中でね今度はちょっと車についてね思うことを述べさせてください。それじゃあ準備して行ってきます。途中経過です。現在エアコンオンにして走ってきて、燃費計はね28キロが表示されています。まだちょっと距離短いんでねあれこれ言えないんですけれども、中ね同じぐらいが表示されています。で今度はねこういうとこ走ってるよっていうコースの紹介と一緒にねちょっと車のことを述べさせてください。今日述べたいのは加速と減速についてです。まずシステムなんですけれども、これね基本的にはフィットと同じということで、エンジンが発電用メインの、条件的でね巡航駆動を行い、あとはねモーターが駆動用とのことです。基本的に同じものということですけれども、乗った感じはね結構違いを感じています。力強さとかね加速時の音みたいなところですね。これ、システムの名称も微妙に品番が変わっていて、これが LEC だったかな、一つね品番が上がっていたと思います。で力強さと感じる部分なんですけれども、これねアクセル回路 50% まではもう右足についてくるような形でね、速度コントロールができます。でそこから先は一瞬じわーっと出て、そこからぐーっと出ていく傾向はフィットと一緒なんですけれども、その本当のね加速に移ってからがね早いような気がします。この辺り全部体感的な部分なんですけれどもね、そんな感じを受けています。
で、その際の音もね、エンジン音なんですけれども、これもね、なかなかこう主張があって、豪快というかね、加速時の音は、なんでしょう、粘り気がある音っていうのかな。周波数で言うと、低中域、その子守音みたいな音じゃなくてね、そこより少し上 500Hz ぐらいがね出てるような音ですかね。ーんっていう音を結構聞かせながら加速していきます。で、あとね、アクセル回路 10% 以内、こう結構ね、燃費運転を意識した巡航中の速度コントロールはしやすかったです。例えば60キロをキープしようとして走っているときは、59か60をね、ずっとこう、イージーにね、キープできるような感じでした。ここね、走りやすいですね。で、あとね、減速について。この減速ね、この車、パドルスイッチを使って、アクセルオフ時の、この、いわゆる回生ブレーキの強さが4段階に調整できます。通常プラス3段階あるって言ったらいいのかな。1、2、3みたいなね。で、便箋上4段階と言わせていただきますけれども、これね、初めて自分がベゼル乗ったの、ちょうど1年前なんですね。で、その時には、これちょっとね、その、おもちゃ的なね、こう、感覚も受けていました。こんなになくても、もしくはね、パドルスイッチじゃなくてもいいんじゃないか、みたいなね、ところありまして。でも、それ間違いだったみたいでね、今乗ると、これの意義がわかります。まずね、この4段階なんですけれども、すべてね、こう、明確に差があります。1段目から、一番、最も強い4段目までね、こう、1個ずつはっきり差があってね。減速感っていうかね、そこってこう、一番は、その、挙動が変わった瞬間、アクセルを戻した瞬間のね、ところがね、こう、最も敏感にいろんな差が出てきますから、そこだと思います。で、そのアクセルの戻し方ですよね。自分は、例えばこう、ちょっとじわーっと戻してきて、途中からスッと抜くようなアクセルの離し方をするんですね。それで一番合っているのは、自分はその4段階目のね、一番強いモーターだと思いました。これね、もう、ワンペダルって言ってもいいんじゃないかぐらいのね、こう減速力があります。で、ごめんなさい、話それちゃいましたが、自分のこういうアクセルの戻し方と、あとこうね、じわーっとこう最初から最後までゆっくり丁寧なね、戻し方。前回踏んでいたら2秒か3秒かけてね、こうゆっくり戻すような乗り方とかね。あとはもうね、こう、結構ね、スパンと、オンオフ的って言ったら失礼ですけれども、こうパパンとね、戻しちゃう方もいらっしゃいますし、こうね、スパンと抜く方ほど緩めのね、エンジンブレーキ、ごめんなさい、回生ブレーキがね、一番合うんじゃないかなと感じています。で、あとね、本当はこの、ハンドルに関する部分とか、この乗り心地や快適性についてもね、今回述べたかったんですけれども、ちょっとね、この辺迷うところがありまして、話ものすごく長くなっちゃうので、明日明後日ね、またこのベゼル乗って、考えまとまったら別の動画で述べさせていただきたいと思います。じゃあこれでね、ゴール地点まで向かいます。さあ、ゴールです。現在エアコンオンにして走ってきて、距離 19.6 キロで、燃費は28キロが表示されています。なんでしょう、あんまり変わんなかったかな。同じような感じですかね。で、そうですね、外気温がね、途中20度ぐらいになって、行きは17度とかあって、そこを少し差があるのとね、タイヤが適度に温まったのと、バッテリーの残量とかどうですかね。そうです。行きの時に半分ぐらいバッテリー残量表示されていたので、そんな大きな差はないと思うんですけれどもね。たまたまなのか、車の制御がいいのか、エアコンつけてもね、燃費あんま変わらないという結果になりました。おしゃれ感あってアクティブなイメージでもあるベゼル。そんなベゼルだから燃費の良さがより生きてくる。ちょっと昔はね、燃費の良い車イコール通勤用の実用車
おしゃれな車って燃費は悪くて当然、そんなところありませんでした？単純に燃費良ければそれだけで魅力ですが、好きな車がついでに燃費良いみたいに考えられるのってね、最高です。素敵です。といってもね、燃費良いだけ車両価格は高いですし、ガソリンモデルは1グレードの構成で、営業マンもね、そのガソリンモデルは売る気なしみたいな感じだったんですね。納期もそう未定もしくはどうのこうので、ハイブリッド優先まで言ったか言わないか分かんないですけれども、もうねハイブリッドにしませんかみたいな推しが強かったです。でこれぐらいのベゼルのこれぐらいの燃費はもう普通といった感覚なのかな。もうハイブリッド全盛みたいになってきてますし、これからもなっていくでしょうから、そういったところありますけどね。でもとにかく良いですよね。燃費が良くて好きな車がついでに燃費良い、そういう部分がねいいなって思いました。では動画は以上です。私どもこれからも特徴を分かりやすく、車選びをもっと楽しく動画を上げていきます。よろしければチャンネル登録等で応援していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。